こんにちは、ゆうかです。今日は JR 新宿駅に来てます。最近めちゃくちゃ暑いですよね。7月に入ってからは暑さに強い私でも若干夏バテ気味です。ということで今日は長野県の避暑地上高地に行ってみたいと思います。上高地へは車だったり夜行バスとかでも行けるんですけど、今日は特急あずさに乗ってみようと思います。ということで早速発見して乗っていきましょう。今日暑すぎてやばい。一応山登り用の服も買ったんですけど、これ着たらサウナ状態なんですよ。上高地は涼しいって聞いたんですけど、着くまでは持っていたいと思います。特急あずさは JR の中央線から乗れるんだそうです。それじゃあ行ってみましょう。まだ朝早くて人が全然いないです。新宿でこんな人いないのは結構レアじゃないですか？チケットは事前に駅ネットから購入したんですけど、メールに届いた QR コードを券売機にかざすだけで10秒ぐらいで発券できました。ありました。特急あずさ。私は7時半発のに乗っていきます。松本駅にはだいたい10時半ぐらいに着くそうです。ホームにやってきました。もうすぐ特急あずさが来ます。楽しみ。初めて乗るからワクワクです。12号車は来たー。特急あずさ3号が10番線ホームに入ってきました。車体の白は南アルプスの雪をイメージしているそうです。カラーリングが可愛くてテンション上がりますね。それでは初めての特急あずさ、乗車していきましょう。今回は奮発してグリーン車を予約してみました。緊張の瞬間です。特急あずさを利用すると上高地や富士山方面にアクセスできるので、海外の観光客の方が多めな印象です。7時30分、列車が動き出しました。猛暑の東京から避暑地上高地へ、それでは行ってまいる。天気が良くて眠くなるな。この列車は特急あずさ3号松本行きと富士海遊3号河口湖行きです。4号車から12号車は松本行き、1号車から3号車は河口湖行きです。途中立川、八王子、大月に停車いたします。乗る前に調達した緑茶。まだ7時台だからなのか腕に力が入らず苦戦中。この季節上高地は平日でも結構混むらしいんですよ。人多い場所が苦手なので今日は頑張って4時に起きて準備しました。移動中寝てしまったらすいません。特急あずさ初めて乗ったけどすごい快適な列車ですね。フットレストとかコンセントもあって便利です。リクライニングも試してみたかったので勇気を出して後ろの席の海外の方に My seat will be OK? って聞いたんですけど、ギリギリ伝わってくれて助かりました。あずさの旅のお供に鮭とイクラ弁当も調達しておきました。酒じゃなくて鮭なのでご安心ください。私の大好物のイクラ、本当に大好きすぎて毎日でも食べたいくらいイクラ推しです。スーパーで見かけたらいくらのイクラでも買っちゃう。この駅弁はね、10番線のホームで売ってたんですよ。ちょうど並ぶ列のところにお店があって気がついたらお会計してましたね。今日は結構歩く予定なのでね、しっかり食べて HP 満タンにしておきます。お腹いっぱいになって寝落ち中の私。ここから2時間寝続けたんですけど、無事にカメラの充電がなくなりました。まもなく大月に到着いたします。この車両は松本行きです。河口湖行きをご利用のお客様は
は次の大月で後ろ3両1号車から3号車にお乗り換えください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点松本に到着いたします。2番線到着お出口は左側です。アルピコ交通上高地線新島島行きは7番線から10時45分です。特急あずさ号お客様のまたのご利用をお待ちしております。着いた。松本駅に到着しました。特急あずさめちゃくちゃ快適でずっと寝ちゃってました。上高地に向かって次の電車を乗り継いでいきたいと思います。お次はアルピコ交通に乗ってこの新島島というところまで行きます。発見完了。特急あずさはすごい快適だったんですけど、ここからあと2回乗り継ぎ、残り1時間半かかるんですけど頑張ります。お、ありました、アルピコ交通。名前も可愛いし、なんかカラフルで可愛らしいですね。アルピコ交通は交通系 IC が使えなくて別にチケットを買う必要があります。ということで30分間乗っていきたいと思います。新島島駅に到着しました。ここから次は最後の乗り換えです。バスに乗って上高地に向かっていきたいと思います。最後はこちら、これもアルピコ交通なんですけど、バスに乗ってそのまま上高地に行きたいと思います。やっとここまで来れた。バスでだいたい65分ぐらいかかるそうです。行ってきます。バスから降りてハイキング準備できました。どうですか？今日はハイキングガールです。私は大正駅で降りたんですけど、ここから上高地のシンボルかっぱ橋に向かって歩いていきたいと思います。このルートは初心者にも結構人気なルートで、だいたい4キロくらい歩くそうです。確かに避暑地っていうだけあって涼しいですね。全然暑くない。今回結構私ガチな格好をしてきたんですけど、みんな普通にラフな格好をしてるんですよね。ちょっとガチすぎて恥ずかしい。ということでここから4キロじっくり景色を楽しみながらゆっくり歩いていきたいと思います。じゃーん、すごくないですか？めちゃくちゃ景色がいい。ここが大正池です。大正池は大正4年の焼岳の噴火によって梓川がせき止められて誕生した池です。田代池とかっぱ橋、田代池まであと 0.7 キロだ。こっちの道沿いをずっと進んでいけば着くみたいです。頑張って歩くぞ。ハイキングといえば私前に高尾山登ったこともあるし、ハワイのダイヤモンドヘッドに登ったこともあるんですよ。高尾山も実は YouTube 動画撮ってたんですけど、私が体力なすぎてロープウェイを使いまくっちゃってちょっとボツになっちゃったんですよね。ダイヤモンドヘッドはなんとか登りきったんですけど、本当にヘトヘトになった記憶があります。どっちが長いんだろう、こっちの4キロとダイヤモンドヘッド。でも確かダイヤモンドヘッドは1時間ぐらいで登れたので、こっちの方が長いのかな。山じゃないからこっちの方が歩きやすいんですけど、4キロなかなかですよね。もう景色がいいから楽しいですね、歩いてて。見て見て、焼岳じゃない？すごい。ここはハイキングだけじゃなくてガチな登山ルートもあるみたいなんですけど、それは結構難易度高いらしいんですよね。いつか挑戦してみたいです。見て、クマ目撃情報だって。7月8日11時頃、お昼もクマ出るんだ。一応クマ対策にクマ鈴持ってきました。出ませんように。でもツキノワグマだからヒグマではないからそんなに大きくないはずなんですけど、出たらそっと逃げようと思います。クマよけのデカ鈴だ。鳴らしていこう。
よし。ツキノワグマぐらいだったら私でも勝てそうって思っちゃうんですけど、でも例えるなら原付がぶつかってきて止められるかって感じですよね。絶対無理だな。調べてみたら人を襲ったことないクマはこういうクマ鈴とかつけたら逃げていくんですけど、一回襲ったことあるクマは人の美味しさも知ってるからもうやばいらしいんですよ。クマには気をつけていきます。田代池に着きました。めっちゃ綺麗。ここの水は湧き水でできていて、すごい水が澄んでいるんですよね。しかもね、魚が結構いてすごい。あ、逃げられちゃった。この湧き水のおかげで雨が降らなくても木が枯れにくいんだそうです。これ何の魚だろうね。メダカっぽいけど、いや違うか。なんかキラキラネームがついてそう。景色がめちゃくちゃ綺麗。今日本当は一眼レフ持ってこようかなって思ったんですよ。でも荷物これ以上増やしたくなくて、一眼って結構重いじゃないですか。だから置いてきたんですけど、この動画で綺麗な感じが伝わってるかめっちゃ不安。めちゃくちゃ綺麗なんですよ、上高地。うまく撮れてるかな。一眼までいかなくても画質がいいスマホとか持ち歩きやすいやつが欲しいなって思ってて、前にイベントをした時にファンの方の携帯で私のことを撮ってくれた時があったんですけど、めっちゃ漏れたんですよ。なんて言ってたかな。シャオミのライカだっけ、なんだったか覚えてないんだけど、なんかおすすめのスマホとかありますか？もうすぐ私誕生日なので自分へのタンプレで検討中です。教えてください。ベンチがあったのでちょっと休憩。結構歩きました。多分1キロくらい歩いたかな。めっちゃ暑い。この登山ウェアやばいですね。サウナスーツみたいな。ちょっと一旦衣替えしていいですか？脱いだらめっちゃ涼しくなった。やったね。なんか結構今日は思ったより人が少なくて、平日だからなのかもしれないんですけど、あんまり混んでないですね。ハイキングは結構大変だからみんな直接かっぱ橋の方に行ってるのかな。バスでそのままかっぱ橋の方までも行けたんですよ。そっちの方がもしかしたら人気かもしれないですね。ハイキングしてる方って歩いてすれ違うと必ず挨拶してくれるんですよ。こんにちはって言ってくれて、めちゃくちゃいい界隈。私も山歩き界隈に入りたいけど体力が少なすぎて入れてもらえるかな。今日はハイキングウェアとあとリュックも揃えてみたんですよ。どっちもね、嵐山っていうブランドで、これもね山登りのブランドだそうです。やっぱりせっかくここまで来たからちょっと頑張っちゃおうかなって思って張り切っちゃいました。お、見て見て、めちゃくちゃ綺麗。すごい。水が透き通ってる。川の底まで見えるね。あ、そうなんだ。ありがとうございます。本当だ。ここから水が湧いて出てきてます。すごい。水湧け、もっと湧け。今回私ハイキング動画出すじゃん。で最近釣りにハマってるでしょ。あと最近キャンプしたりとか車中泊したり、いろんなことやってますね。私何が起きても対応できそうになってきました。2年前の私と比べたら結構たくましくなったんじゃない？ 2 年前の私だったら多分山登りしたいとか避暑旅したいって絶対思わなかったから、2年経って今18になってだいぶ大人になりましたね。健康のために歩こうとか行ったことない場所に行ってみようって思うことが増えました。だいぶ大人になりましたね。
うちのチャンネルで地味に人気なこの往復しゃべり、これ撮るのめっちゃ大変なんですよ。どうやって撮ってるか想像しながらご覧ください。よし、まだまだ歩くぞ。これもどうやって撮ってるかぜひ想像してみてください。よし。そうこうしてるうちにかっぱ橋まであと 0.8 キロ、めっちゃ近くなってきましたね。あっという間だ。またまた休憩スポット発見。ちょっと休憩していきますか。でもあと500メートルくらいでかっぱ橋に着くんですよ。もうひと踏ん張り。結構歩いたんですけど、でも景色が良すぎるから歩いててめっちゃ楽しい。そんなに苦じゃないです。みんな川遊びしてて楽しそう。親子とか夫婦とかカップルで来てる方が多いですね。ぼっちは私だけかな。今日は晴れてくれて本当に良かった。雨女だから心配してたんですけど、さすがに上高地の日は神様が晴らしてくれました。涼しくて気持ちいい。今は体感23度ぐらいです。めっちゃ気持ちいい。お、見て、こんなのがあった。私も一番上にちっちゃい石のしてみようかな。崩したら怖いからちょっと。よし、できた。上高地の一番のメインどころ、かっぱ橋に到着しました。ここは一番人気のスポットなので人が多いですね。かっぱ橋から見える梓川も透き通っていてめちゃくちゃ綺麗です。穂高連峰もめっちゃ綺麗。夏に見るとこんな感じなんですね。冬に雪が積もった写真は結構見るんですけど、こうやって季節によって景色が変わるのも面白いですね。この辺は結構売店もあるんですよね。ここまで頑張った自分へのご褒美になんか食べちゃおうかな。たくさん歩いて痩せたと思ったんですけど、これじゃあプラマイプラスですね。いろいろ買っちゃいました。上高地サイダー。それじゃあ4キロ歩いた自分に乾杯。おやき買ってみました。中に野沢菜が入っていて美味しいです。最高すぎる。ここは標高が1500メートルもあるんですよ。で、今の気温は28度。でも風もあるからもっと涼しく感じます。おやき2つ買っちゃったんですけど、こっちは鹿肉の方にしてみました。鹿肉って珍しくない？上高地は国の特別名勝と特別天然記念物の両方に指定されていて、日本でも特に貴重な自然が守られている場所なんだそうです。本当はご飯買って川沿いで食べようかなって思ったんですけど、さすがにやめておきました。ここで釣りとかも絶対できないですよね。ちょっとどころじゃないか、気使っちゃいますね。最後のご褒美、上高地プリン。ここは本当に涼しくていいですね。東京もこんだけ涼しくなったらいいのに。なんかすごい固めなプリンで美味しい。やばい、なんか目の前で集合写真の撮影大会始まって気まずい。口诀哈，西瓜甜不甜？加油！赞呐！地瓜，耶！吓一下别人了，不想吓不了别人。
お次はここのお土産屋さん上高地レストステーションに行ってみたいと思います。長野といえばリンゴ、見てください。このリンゴの結晶めっちゃ綺麗。熊よけの鈴も売られているんですけど、種類がめっちゃ多い。こんだけ多いと私みたいな優柔不断は絶対選べないですよね。そしてお菓子もたくさん売られています。お土産で渡したらめっちゃ喜ばれそう。渡す人いるかな？いないか。あとはいろんな種類のお酒も売られています。あずさ川の水はめっちゃ冷たい。カチコチ冷たい。ちなみに今回ここ上高地まで来るのに新宿からだいたい5時間ぐらいかかりました。まずは特急あずさに乗って、今回はずっと乗ってみたかったからグリーン席にしてみたんですけど、値段はだいたい1万円ぐらいでした。次にアルピコ交通の電車に乗り継いだんですけど、その時の料金が710円しました。そして最後にここまで来るのにバスで来たんですけど、バスの料金は3100円でした。なのでだいたい片道1万4000円ぐらいかかりました。結構高いですよね。これ片道だけなので往復分もあるので、帰りはグリーン席じゃなくて普通席にしようと思ってるんですけど、だいたい3万円いかないくらいですね。かなり贅沢な旅しちゃいました。あとびっくりしたのはトイレがチップ制だったんですよ。1回使うごとに100円チップでかかるんですよね。私はトイレ行かないんですけど、それはちょっとびっくりしました。それじゃあ最後にあずさ川がどれだけ綺麗か中にカメラを入れてみたいと思います。えい、見えてますか？私は全く見えてないです。魚いるかな？ここの川にはいないのかな？さっきは違う川にいたんですけどね。いたら教えてください。やばい、手が凍る。めっちゃ冷たい。それじゃあ私はそろそろ帰りたいと思います。帰りも5時間かかるので、あんまり遅くなっちゃうとバスもなくなっちゃうので、そろそろ帰ります。寂しいけど、でもめちゃくちゃ楽しかったです。たくさんリフレッシュできました。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。上高地は毎年4月中旬から11月中旬まで楽しめるので、ぜひこの絶景を皆さん見に遊びに来てみてください。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。田代駅じゃない。めっちゃ美味しそう。すごいいろんな動物がいる。ウサギだけめっちゃ可愛くない？よしよし。